台湾旅行初日の朝、普段通りヨガの練習で一日をスタート。成田空港へは東京駅からの1000円バスで移動。1000円バスは時間によっては満席で取れないこともあるので、事前予約しておくのがおすすめです。今回乗るのはシンガポール航空系の LCC スクート。LCC はかなり歩く距離が長いターミナル3発着が多いですが、スクートは安心のターミナル2。LCC は機内食が有料で食事の持ち込み禁止のため、ティースタンタンで腹ごしらえ。いつも激混みの東京駅のティースタンタンを行ったことがあったのですが、成田空港は落ち着いて食べられてよかったです。担々麺濃厚で美味しかった。ターミナル2初の便はビーガンにとっては嬉しいですよね。機内はとても綺麗でレッグルームも十分。普通の飛行機と違うのは映画などのエンターテインメントがないくらいで、とても快適でしたよ。空港に着いて入国審査前で SIM カードをゲット。税関後でも売っていましたが、なぜか値段が入国審査前の方が安かったです。空港から台北駅まで電車で。空港周辺は緑がいっぱいです。そろそろ到着。台北は雨が多いようですが、今回の滞在期間中の天気予報は見事に連日晴れマーク。やっとホテルに着きました。部屋はまあ普通かな。ちょっともうお腹が空きすぎてやばいので、まだ5時なんですけど、ちょっと早めの夜ご飯に行きたいと思います。ホテルから地下鉄に乗ってやってきたのは、台湾2の知人に教えてもらったベジクリーク。好きな材料を選んで作ってもらえる素敵なヌードルショップです。麺は6種類の中から選べ、トッピングは野菜、きのこ、豆腐、グルテンや大豆ミートなどたくさんチョイスがあって、毎日でも来られそう。野菜は袋に入っていて清潔ですし、袋は生分解性プラスチックで環境に配慮しているのがなおいいですね。私は精進ハムや珍しい野菜など日本ではなかなかないものを中心にチョイスしました。葉物野菜は斬新なディスプレイ。青々としていてどれも美味しそうです。好きな材料を選んだらその場で一杯のヌードルに仕上げてくれます。スープは野菜だしで漢方のハーブを煮出したもの。コクがあってとても味わい深く大満足なディナーでした。ディナーの後は龍山寺、ロンシャンシーへ。台湾に行った友人が龍山寺に行くなら夕方がおすすめだよと言っていた通り、暗がりの中で輝く本殿の光に照らされながらお祈りを捧げる方々の表情が印象的でした。年配の方は本を見て、若い方はスマホを見ながらお経を唱えていましたよ。日本のようにただお参りをして帰るのではなく、お寺は時間を過ごす場所という感じで、台湾の方々の信心深さに触れることができました。龍山寺の目の前に小さな夜市があったので覗いてみました。夜市はなかなかビーガンが食べられるものは少ないなと思って歩いていたら、相沢おじい様が教えてくれたデビルマンを発見。栗のような甘さはなく、レンコンのようなサクッとした食感で、
アメリカで食べたウォーターチェスナットに似ているなと思って後で調べてみたら、まさにそれで、日本語ではひしの実というそうです。たくさん人が入っているマッサージ店があったので、足裏マッサージを受けることに。足湯をしてから足の裏からふくらはぎ、膝上までしっかり40分マッサージしてもらいました。日本でも足裏マッサージはしたことがありましたが、比べ物にならないくらいとにかくとても痛かったです。容赦なくどんどん攻めてきます。マッサージの後はフライトのむくみも取れて軽くなりましたけどね。ホテルに戻る前にもう一箇所、松山駅の目の前にある夜市に。こちらは龍山寺の夜市より規模が大きく、時間も遅くなったこともあってたくさんの人で賑わっていましたよ。ここでのお目当てはガイドブックに載っていたふわもち団子。みんなかき氷をチョイスしていましたが、私はお腹が心配なので温かい方にしました。甘酒に入った黒ごまとピーナッツの2種類のお団子は本当にもちもちですごく美味しかったです。金木犀のシロップをかけるとまたいい香りになって一杯すぐ食べてしまいました。夜市はビーガンには難しいと言ったのですが、酢の文字を見つけてつい頼んでしまいました。あと屋台などの食べ歩きはエコ的にはなかなか厳しいところがありますね。啊，不用不用的。谢谢谢谢谢谢哦。シャキシャキの野菜がもちもちの小麦クレープで巻いてあって美味しかったです。もう1ミリも入らないところまで食べて初日は終了です。